皆さんごきげんよう。細胞機能学の細胞機能学研究室の研究紹介します。それでマイク入ってるかしら。入ってます。入ってる。力が。それで細胞機能学研究室で私たちの目標は微生物研究を通じて生物学の大命題に迫るということになってます。いいですか？研究室は2つのグループに分かれていて、とても仲いいんですけども私たちのマイコプラズマグループとそして中村太郎教授たちの、分裂候補グループということになっています。それで、微生物研究を通じて生物学の大命題に迫るっていうことには変わりはないんですけどもそのもうちょっと細かく言うと私たちはどちらかというと生態運動にフォーカスを置いていて中村先生たちは細胞分化にフォーカスを置いていると私は理解しています。で、研究室は細胞機能は最大5名3プラス2名の新メンバーを受け入れることができます。で、内容はですね結構研究室のウェブサイトにしっかり書いてるのでそれを見ていただければ割といろいろ細かいことが分かると思います。それで面接はですねどちらの別々にしてるんですけども中村先生とそして私たちと両方の先生とお話ししていただければと思います。っていうかお話してください。でアポイントメントはメールでということですね。はい。それでなんか変。ちょっと思ったよりちっちゃいですね。はい。それで研究室のですねこれどこの研究室もそうですけども理学部ですから各人の目標は一つはなんか歴史に残る大発見をしたいということですね。それで2番目はその大発見をするためのエフォートでいろんな研究能力が得られるだろうと。で研究能力は研究しない人もいるから言ったら仕事する能力ですよね。大人として仕事する能力を獲得すると。そしてその力を持って社会に貢献していくということになります。皆さん若いからね。それで、細胞機能に来たらどういうライフが待っているかというと細胞機能ライフです。ライブみたいなね。よく勉強してもらってで研究をしっかり計画すると。でその後に、実験やら計算やらやってマスクやと喋りにくいなそれでデータ解析を行います。それで、議論を周りの人たちと議論してあるいは共同研究者の人たちと議論してその後に学会でさらに内容をポリッシュします。でその後にですね論文発表をするんですよ。で論文発表は何や論文かレポートかと思うかも皆さんは知れないけどこれがものすごく重要です。で言ったら国の政策とか皆さんがどんな就職できるとか先生たちがどんな研究費もらえるかとかそれが言ってみたら論文発表で決められてしまうということです。ところがね授業でも言ったけど論文発表を例えばネイチャーにサイエンスに論文載せるときに結構決めてるのが偉い先生たち 2,3 人で決めてるような感じで、理不尽な決定も多いわけですね。それで国の政策やみんなの人生を測ってるのに理不尽な決定はおかしいからなんか願掛けをするわけです。それでダンスをするわけですね。うちの研究室ではダンスしてるけど隣の研究室ではなんか礼拝とかやってるかもしれません。でどこからです？どこで落としてんの？でこれがね前も言ったけど門外不出で人に見せると罰が当たるんですけど一応去年の年末に研究室のホームページとツイッターに載せたらツイッターで1500いいねついたので皆さんいいねしてくれたら研究室に優先に入れてあげるかもしれません。いや知らんけどね
それで、細胞機能ライフでじゃあ入ったらどんなふうになるかいなというとですね、4年生の時には、日々毎日さっき言ったように研究をバリバリしてもらうんですけども、それ以外に、論文紹介、セミナーとかあります。それでセミナーはみんな外国人の人いっぱいいるので、英語でやってます。それで研究報告年数回あります。で勉強会他にも時々やります。でそれがですね、さらに大学になるともうちょっとロードが重くなってですね、いろんなこと習得できてるからね、さらに学会発表しましょうとか論文投稿しましょうとか後輩の世話もしてもらわないと困ります。でもね、いやいやするんではなくってこんな楽しいことないですよ皆さん。私は世の中にこんな楽しいことないと思って、あと私4年しか大学にいられないんですけども、40億年間生きてきて今こそ40億年の私の人生の中で最高の時を迎えてると思っていて、はい、昔例えば私がピカイアやった時には卵を産んで嬉しいなと思ったかもしれんけど、そんなことはどうでもいい。私は研究室にいることが恐ろしく嬉しいです。それで今まで割と学生だと例えばいろんなね後で私たち考えると3年生まではやっぱり子供で守られていたなと思うんですよ。でそう思うとなんか研究室に入ってからはなんか仕事の世界かなと私は思うので、皆さん申し訳ないけど、よその研究室も一緒だけどね、毎日フルタイム学ぶと常によく考えて、そして人間関係もしっかり自分の仕事のために活かせるように構築すると。でそれが研究室あるいは大学を卒業するにあたって仕事になるということで、解決する力がね研究をすることによって身につけばいいんですよ。それでね、あとは皆さんの先輩方はうちの研究室を指してうちの研究室はラボ充だとよく言ってたんですけども、ラボ充実っていう意味ですね。ラボは研究室っていう意味ね。それでそんなに頑張って細胞機能はでしんどいだけかいなと思うかもしれないけど、そうではなくって結構うまいこと機能してるんじゃないかなと思う実例があります。